スーパーライジン3もう一つの因縁決着の時。考えてないよ。右キック、右だ。聞いた。どうもありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。練習してんの？いやまあいやラッシュをかけますね。止めた。じゃない。あの時に近いよってさ、大きいまでじゃない。全部出ないこれや。分かったっす。さあ2人の距離がすれ違いなのか。すれ違った。ありがとうございました。全部俺が悪いから。男の俺だ。ごめんな。右ストレート。フラッグ。チャンピオンがグラッときた。アンボやれいけっていうそういうのを感じて本当にパワーになりましたし。Very good. Strong, big. ありがとう。Thank you. Thank you for everything. Thank you, thank you. Anyway. いや圧倒します。圧倒してしっかり去年の借りを返して全部もかさらず全部。今回別に喧嘩じゃなくて圧倒的な俺の技術を見せる MMA の技術を見せる。何ももらわない、ひたすらボコボコ。もう少し後になって転向するはずだった MMA。 ただあいつが芦澤が MMA をやっているから男は予定よりも早く MMA を始めた。脇を固めるのは日本を代表する青木真也に柔術の名手竹浦正樹。モテてしゃあないならぬリベンジに燃えててしゃあないコーチが芦澤とのリマッチに臨みます。前回の大晦日 MMA デビュー戦で太田忍に眠らされあまりの悔しい思いから早くも1月2日から再始動。コーチとの再戦に関しては相手どうこうではない、俺の MMA 技術を見せるだけだと話します。スーパーライジン3もう一つの因縁決着の時。止めなさい。まだ戦う舞台ではありません。もう手を出してもいいぞ芦澤流星対コーチ。リベンジに燃えているコーチと返り討ちに合わそうと燃えている左キック放っていった芦澤流星。右だ。当てました。組を警戒させてない。組を使うことによって打撃が当たると思ってた。そしてワンツースペシャル強し。今までで多分一番調子悪かったなって感じなんで、もっとボコボコにするだけできると思ったんですけど足が動かなかったですね今回は。本当になんで調子が良くなかったとかって思いますか？食事ですね。お酢取りすぎですね。今回初の食事やったんで、それでも全く足が動かなかったですね。それだけの話だと思うんです。左のジャブです。そしてボディから入れてダウン取った。さあここから苦しんでラスカギルガムに行く。さあ膝蹴り首相からの膝蹴り返していった芦澤。あれはダメっすね。もらったっすね。キックボクシングでもあれやっちゃうんで、全然効かないですけど見えてたっすけどね全部。左のジャブです。そうですね。ジャブこれが生命線に芦田選手の場合は。なるほど。左です。パンチを放っていきました芦澤。右。そう。足がちょっとヨロヨロしてきましたね、コーチ選手。打ちながらガードとか考えてないよ。右キック。右だ。聞いたけど打ち返す。これ本能で打ち返す。そうですね。さあ猪木あり状態。猪木あり状態上から追いかぶさって引き込むか。コーチが引き込むか。三角か。三角に持ち込むか。アームバーか。タックルいけ。トップキープ。芦田選手トップキープから。さあギロチンの形になりましたがまた離れます。右キック。しかし右のジャブ返していった。芦田ワンツー前に出るコーチ。打ち上がっていった最後はボクシングの展開。ボクシングの展開。第3ラウンド戦いに来ました。芦澤流星です。3対0のユナニマス決勝。芦澤流星。
KO したかったんだけど、まあでも来人史上多分俺一番コーチのことぶん殴ったでしょ。ボッコボコにしてやったぜ。まあでもまだ俺こんなもんじゃないんでしっかり練習します。まあ、今回ちょっと練習足りなかったな。コーチ選手多分めちゃくちゃ練習頑張ったんで、あとコーチ選手引退しないでください。めちゃくちゃかっこよかったです。はい。マジでありがとうございました。よかったよかった。よかった。危ない危ない危ない。最高でした。危ない。ギリギリの試合するのが面白いっしょ。倒されて。まあまあセーフセーフ。いやダメだったな。はい、まあでも今回は分かってるんで原因が。そうそうそう。足が全然がなかった。まあよくあれでできたっすね。もちろんライジンチャンピオンに乗ってますよ。飛び級したかったんですけどこれじゃできないんで、もう一回マジでやり直します。ありがとう。あ、こっち側か。本当にありがとう。もうありがとう。めちゃくちゃ練習してんの？いやまあいやでもしてる。一番俺はしてる気でいた。でもさ、アウトボクシングうまいよな。マジやりにくい。ありがとう。そうです。ありがとうございました。ありがとう。試合したっけ忘れた。でも全てが最高やった。それだけ。思ったようにならないのが格闘技だし、やってきたこといっぱいありますけど出なかったんで、それも含めて負けたってことは全体見てた僕の責任じゃないですかね。彼はよく頑張ったんじゃないですか。はい、まあ仲間をね喜ばしたかった、それだけね。でも最高やった、それだけ。以上。ありがとう。もうワクワクが勝ってます。はい。やってきたことを信じてやるしかないので、それを全力でぶつけるだけですね。はい、戦績は波、ルックスは特上、武器は使うべし。ここまで来たらサクセス。ケイト・ロータス。すごいですね、フルバージョン。ようやく来たなっていう感じですね。まあこの大会で女子格闘技の試合が少なくなっている中で、この試合が組まれた意味っていうのをしっかり理解しているつもりなので、ちょっと証明していかないといけないので。私がベルトを取らないと女子格が終わっちゃう。プーケットの太陽に焼かれた小麦色の夏女レイナー。さあついに戦いが始まります。第1ラウンドをスタート。スーッと中央を取ったのが白いコスチュームの初参戦のケイト・ロータスです。1はしっかり打撃を見せながら、テイクフェイントで2でテイク仕掛けていく感じでした。緊張感すごいありますよね。テイクダウンでずっと、押し込んでくるんだろうなっていうふうに思ってたので、作戦は違う感じだったんで、来ないんだっていうふうに思いました。距離左右のフック、スーパーマンパンチのようなのが得意なので。ああそうですか。そこをレイナ選手が前出ましたね。左フック、今も沈んでから左フックでした。1ラウンド目はいけて、逆にいけすぎちゃって打撃が、そこで、自分が作戦テイクダウンいくっていうのを無視してしまったというか、打撃でやりたいって気持ちが勝ってしまった感じです。レーナの左目の横あたりも少し赤くなっています。さあ第1ラウンド終了となりま
した。スケートさあ混ぜる。混ぜるぞ。混ぜたら混ぜるぞ。ナイスナイス。もうちょっとさ手がけるやつ。あ、いけるなっていう風に感じたので、ちょっと2ラウンドからエンジンかけていこうかなと思った感じですかね。白いコスチュームケイト・ロータスです。ライジン初参戦左。ライジン初参戦左。つなげた。から上入れましたね。うまいですね。私一発もらわないとなんかスイッチ入らないんですよ、昔から。だからやられたらやり返すみたいな。想像としては早くしてほしいよね。ドキドキしてね。前蹴り。ちょっと聞いたんで。膝だ。スタンディングバーリトゥードシュートボクシングの女王でもあります。ボディで。さあ始まった。ちょっとケイト・ロータスが手が出なくなってます。ここはなんとか動いた方がいい。逃がさない。シアッパー嫌って膝を立てますが今度はボディだ。そして顔面が足と顔面。聞きましたね、久しぶりに。カクンってなったの分かったんで、あ、やばっと思って。聞いてるんだけど聞いてないふりしてるんだ。ただそこが経験の差。じゃあここは聞いてないよっていう風に、もう長年のあれでごまかしでもう60何十してるんで、まあ、MMA も20戦目なんで今回。ランディング沈めてきましたレーナ。左の必殺のボディーブローもあるが右も顔面を捉えますレーナ。右入れたレーナ。いやラッシュをかけますレーナ。止めた。ケイト・ロータスそのまま勝者レーナ。壮絶な戦いでした。打ち合いを制したのはレイナ。最後一試合そこだけやればよかったんだ。いいんだよいいんだよ。ただもうやばくなった時は一試合もうしがみついてもよかったなって最後ね。最後で最後だけ。次のラウンド行ってれば、まだ相当しんどいからね。ね見てるじゃない結局さ蹴りがインローとかもらいましたじゃん。あの時にもう近いよって言ってた。あそこで本当だったらタックル行ってテイクしてこれでいいわけよ。そこがだから今回ちょっとプレッシャーかけてこんなお仕事良かったんだけどボディまでの全部出ないのよ。これ分かったっす。だからケイトも一回さこれ聞かせたじゃん。分かる。だから覚えてるかけるんであったじゃん。あそこのボディいければいいんだけど。悔しいです。また参戦できるんですかね負けてしまってるんでよくは言えないですけど一歩ずつ頑張るしかないんで。まあこういうさせてもらいますけど、結構腫れてますね。結構腫れてますよね。なんか二重に見えたりとかありますか？全然大丈夫ですか？ちょっと目の動き見ますよ。ちょっと聞いてください。今日飲めないからね。え、あ、ダメじゃない。飲むのマスですね。いろいろ考えると試合前ちょっと震えましたからね。負けたら全部なくなるなっていう風に思ってたんでリスクしかないなっていう風に。伊沢さんじゃ無理じゃないっていう。これでまだまだですけど勝ってから言えって言われたんで一応勝ったんでいつでもいいんで私にもチャンスください。よろしくお願いします。本当に絶対王者だと思うので、はい、でもそこを倒したいっていうのがファイターだと思うので、はい、限られた時間の中でもっともっと強くなろうと思ってます。新竜選手は中学生時代に MMA を教わっていたその先生が指導員が大木久保選手でした。誠、お前なんでうちの道場を辞めたか言ってみろよ。俺がお前にトイレ掃除頼んだのが気に食わなかったらしいな。お前環境を変えるしかなかったんうるせえよ、喋んな。今日はあえて言います。大木久保さん殺してやるよ。あれでスイッチ入ったんでマジでボコボコにしてやろうと思ってます。実力的には本当にトップなんで、僕とあの人今日一番レベルが高い MMA の試合になると思うんで。2000年生まれの24歳新竜誠、黒いマスクで登場です。今や
故郷の新竜ワールドジムで子供たちを指導する先生にもなった新竜誠。トイレ掃除は誰が？僕やってます。ようそこの若いの、俺の言うことを聞いてくれ。理不尽？黙れ。俺はこうして強くなってきた。パワハラ？黙れ。格闘技は一人じゃ強くなれないんだよ。扇久保博正、昭和生まれの37歳です。早い話がお互い大嫌いな相手。今視線がバチバチスパークしました。新竜と扇久保、果たしてどちらに正義があるのか。4万人の前で白黒つける時が来ました。今週の彼方に果たして何かが見えるんでしょうか。さあ第1ラウンド始まりました。さあパンチを振りながら、さあまずトップを取ったのが弟子の新竜です。全部来て、立ってこい立ってこい、立ってこいよ。やっぱりうちのチームのスタイルパスしてしっかりとサイド取ってバックチョーク肩固めっていうのがうちのスタイルなんで、それをずっと狙ってたんで、ガードの中で肩固め思いっきり狙ってきてすごいフルパワーでやってきたので、これ疲れるだろうなと思ってたら結構息上がってきて、そのタイミングで立って打撃に行った感じですね。立った扇久保。インドを返していきます。インドはさあ足流れた。バランス崩しただけです。聞いてはないですね。うわ面白いし、見ながら左ノーモーションの左ストレート。最後クルーズ合わせようか、そんな声が聞こえます。さあ倒しきるか。まさきが見たかった。僕は勝ってると思ってて、1ラウンドずつ全部ギリギリ取ってるかなっていう。すごくいい。いつも通り蹴りが全然反応できない。蹴りない。前足のローキックです。前足への左はうまくすり抜けて上を取れるか。また入れ替わる。動く。すごい。右フックから左のフック。打撃やり続けるぞ、荻窪。さあニータップのフェイント。右はあるぞ。右フックを切ります。花咲、右のフックを思いっきり振ってる。左入りましたね。いいよ荻窪、打撃いいよ荻窪。新竜のでしかし右のももはかなり腫れてもきています。赤いし腫れてます。左振りながら最後右につなげました。空を切る。心のダメージは相当でかいですからね。ああギラチン首取ってる。結構僕首柔らかいんで大体決まらないんですけど、普通に外れたし。ジャッジ橋本、赤扇久保、1人目扇久保。ジャッジ石川、赤扇久保、よって勝者扇久保博正。セコンド陣とは握手をする扇久保博正。さあ2人の距離がすれ違いなのか。すれ違った。いやちょっとね、いやきつい試合だったな。それは精神的にきつい。見せて先輩の非常にマジっすか。何も聞いてないですよ。何も聞いてないよな。何で負けたのわからない。あ、きつい。マジか。なんで負けたかちょっとまだわかんないです。ペチペチ蹴られたのもイメージないし、ポジション僕取ってるし、ちょっと負けたままじゃ終わらないですね。はい。いやもちろんすぐ再戦したいですね。判定、いや判定はもう絶対こっちですよ。今打撃なんですよ基本的に。 USC も全て打撃です。ローと前蹴りと全部対応できてなかったし、もしそれが分かんないんであれば勉強した方がいいですね、そういう指導者がちゃんといて教えないとダメですね。この今の判定が分かんないようだったら。全部俺が悪いから。男の方が俺だ。ごめんな。
たいと思う。まあ全部僕が悪いでしょ。まだ17、16の子にね、そういう風に突き放したというか、試合終わったら勝っても負けても誠に一言謝りたいなと思ってました。全部俺が悪いからごめんね。伝説の相手に伝説の試合やなって言われるような内容の試合を見せたいなと思ってます。かつて K1 でキックの頂点を極め、ライジンで MMA の道を模索する男、アンポ・ルキアです。世界8階級制覇の伝説の王者がボクシングの厳しさを見せつけるのか、デモリッションマンがその伝説を破壊するのか、歴史に残るボクシングマッチがいよいよ始まります。ボクシング世界8階級制覇、よみがえる伝説の王者マニー・パッキャオがライジンを超えるスーパーライジン、埼玉スーパーアリーナスタジアムバージョン4万大観衆が見つめるリングに降臨します。伝説のボクシング世界王者がライジンを超える舞台で今夜よみがえります。さあ身長差はご覧のように14センチ、リーチも13センチ、この辺りがどう響いてくるのか。さあ3分3ラウンドの夢舞台。さあ画面左がマニー・パッキャオ、世界8階級制覇。はい、右ストレート、アンコが先に顔面を捉える。そうですね、今の見事でしたよ。頭を下げてボディ、この辺りがリーチ13センチ差ということなんですが、今アンポのが先に当てましたね。僕足のスピードは正直曲げれてる気がしなかったんで、僕のリーチ長いじゃないですか。だから相手のそのスピードに自分も合わせて同じ距離だけエスケープ、右側にエスケープしていいポジションを取る。でそれだけじゃなくて相手が入ってきた時に次は距離を潰す、フィジカルで勝ってるんで距離を潰して前に押して相手に窮屈にさせるみたいな、戦術だったんですけど、潜っていって左をスッと伸ばしていったマニー・パッキャオ。ボディー、Ampo is bigger than me. It's too big for me. Matting the floor mat is different to boxing because in boxing just a little bit, but it's hard to move with shoes. ボディです。さあ残り時間が少なくなってきた第1ラウンド、パッキャオが出てくる。左のパー、裏ノック合わせた右ストレート。第1ラウンドあっという間、思わず内藤大輔さんは拍手を送りました。1ラウンドはどっちかというと自分がやってきたことはパッキャオ選手に通用するのかっていうまずチェックの段階から入ったんですけど、でもそこからもう結構もう自分自身もあったし、先生もインターバル中に自信持っていけと。これはヤンキージョアンポの目をずっと見据えて、さあ第2ラウンド、さすがに出てくると思いますよ、このラウンドからは。右のジャブ2つ、パッキャオは。さあパッキャオ、相手のパンチに合わせてきた右のフック、パッキャオのパンチでもうアンポちょっと鼻血が出ましたね。ワンツー、そうですね、右ストレート、それに合わせた。左のジャブから右のボディ、左のフック、アンポルキア、ワンツー、右のストレートがやはり伸びます。右パッキャオ、相手のパンチをかいくぐっての右のフック、ジャブにカウンターでフック来たんかな、右の。それがちょっと一発顎に当たって今ちょっと顎痛いんですけど、別に特別めちゃくちゃパンチが重かったわけでもないし、練習してきた想定通りかなっていう印象でした。意外と出ないな。さあこのラウンドもあと残り10秒。アンポルキアがでもここまではよくやっているという評価ですか。そうですね、そうですね。でも思った以上にパッキャオ選手が手が出てません。さあ伝説を破壊するかアンポルキア、マニー・パッキャオ、埼玉スーパーアリーナ日本での最後の3分間、最後ぐらいパッキャオ選手は出てほしいですね。左のフック開始、そこでもう一回欲しいんだよな。畳みかけるというところですね。左のフック、
強い選手やっぱやってきたんでね、ボクシングのプロの方でもこうたくさんしましたし、まあとにかく自信ありましたね。ここもチャンピオンをロープに背負わせて右にストレート、アンポが前に出る、場内騒然。アンポ選手もチャンスなんですよ。右カウンターで右、しかしエルボーじゃないかというふうに今アピールしています。偶然です There's none, but his elbow is about my back head is like swelling a little bit because his elbow, like when he punch, like. 右ストレート、右ストレート、右ストレート、アンポルキアは1ラウンドで倒されるし、パンチを一発も当たらんし、一発殴られたらもうその時点で終わるみたいなこと言われてましたけど、それはもう絶対に覆してやろうっていうふうにもう心に決めてたんで、今日は3分3ラウンドっていうあれで言えば伊勢選手に勝てる話なんじゃないかなっていうふうに思いました。効いている、フロットきましたよ今。左ノック、アッパー入った、アッパーが入りました。そしてボディ、左ノック合わせる、ワンツーでアンプのボディだ、サイドフック、右ストレート、マニーパッキャーもちょっと疲れたか、疲れましたね。アンポが最後飛び込んでいったところでゴールです。素晴らしい戦いです。アンポルキアがマニーパッキャーを世界8階級制覇の王者を追い込むシーンも演出しました。 Thank you. You can be a boxer. You can be a boxer, a professional boxer. ユーピープロモーションお願いします。Very good. Strong, big. Way bigger than me. He can move. He can punch. The thing is, today, like 60. ありがとう。Thank you. Thank you for everything. Thank you. Thank you. I think you need to learn more. Yes. I will send you sample. So could you please teach him? Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. The Japanese fans are really supportive to this event, like MMA, boxing. They love to watch the fight. Thank you. Thank you very much.「最初僕ってライジンからそんなに歓迎されてなかったんですよ。やっぱ MMA はおもんないっつって、男同士ゴロ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 寝転がってつまんないと思うんですよね。でもそれでもまあ自分なりにこうなんやろ、強さだけはちゃんとしっかり追い求めて格闘家として。今やから言うわ、練習おもろなかったやろ。全然おもろなかったっす。やろ、俺も感じたけど、でもこういうことや。そういうことですね。ありがとうございます。先生のおかげです。いやいや、やることやってたら、まあ、みんなもこう応援してくれるようになって、その今この現状が、まあ、試合しててもすごいやっぱり嬉しかったし、アンボやれいけっていうそういうのを感じて本当にパワーになりましたし、大前提自分がワクワクすることをまず一番にやって、でそれでみんなが乗ってくれるような、ことにチャレンジしていきたいなっていうふうに思ってます。アンポルキア大前線、スタジアムバージョン超満員の観衆がアンポルキアに大声援を送りました。秋は最強戦線、ヨギボープレゼンツライジン48ライト級タイトルマッチ。カナリア色の大和魂、2年5ヶ月ぶりの防衛戦へ。ライジン破竹の4連勝中、サンドストームが王者を飲み込むか。王者ホベルト・サトシ・ソウザ、挑戦者ルイス・グスタボ。
バンタム級新王者決定戦。地獄のエンジェル、ついにたどり着いた王座獲得のチャンス。ロード FC ライジン2冠を狙う韓国最強の激闘お茶目ゾンビ、井上直樹 VS キム・スーチョル。悪道復活、一撃ファンタジスタ、萩原恭平 VS 高木亮、最強女王降臨、スーパーアトム級グランプリ女王、伊沢聖華 VS 朝倉環奈。次は最強戦線だ。